弁当忘れても傘忘れるな、そんな言葉が残る町、金沢。前田利家公と歴代藩主が育てた城下町。冬ならではの味覚と金沢の歴史をたどりながら、1泊2日冬の金沢のリアルをお届けします。それでは出発しましょう。旅の1日目、朝7時に10分、福岡から直行便で金沢へ。到着後は寄り道をしながら近江町市場、一町茶屋街、東茶屋街、兼六園、金沢城、小山神社を巡ります。夜は居酒屋、宿泊は変なホテル香林坊。金沢旅1日目のスタートです。福岡空港を出発。プロペラ機ですが思った以上にスピーディー。金沢までは約1時間20分の空の旅です。小松空港から金沢駅まではリムジンバスが便利です。国内線の到着時刻からおよそ15分後に出発します。所要時間は約50分。料金は後払いでクレジットカードのタッチ決済も利用できました。ただし現時点では交通系 IC カードは使えないようなので、利用予定の方はご注意ください。金沢駅に着くと堂々とした鼓門が迎えてくれます。多くの観光客がまず足を止め記念写真を撮る場所。この門は能楽で使われている鼓をイメージして作られています。移動には2日間使える1500円の金沢旅はパスを利用しました。指定のバスは乗り放題、入場無料になる施設も5カ所あり、観光にはかなり便利でお得なパスです。金沢駅からバスに乗り約10分、やってきました。金沢の台所として親しまれる近江町市場。生鮮食品を中心に飲食店や生活雑貨店などおよそ180軒もの店が軒を連ねています。その歴史は古く、始まりは江戸時代。享保6年に開かれ、加賀藩の城下町金沢を支える御前所として栄えてきました。冬の味覚がずらりと並ぶ光景は圧巻です。今回は香ばしさの中にほんのりとした苦みが広がる土壌のかば焼き、そして県外にはほとんど出回らない幻のエビとも呼ばれるガスエビ。甘みが強く濃厚なうまみ。金沢ならではの奥深い味わいを楽しむことができました。近江町市場から一町茶屋街までは徒歩で約15分。のんびりと街を散策しながら向かいました。金沢蓄音機館ではエジソン社製の老館式蓄音機などが展示され、解説付きで SP 版の音色を楽しむ実演も行われていました。金沢が生んだ文豪泉鏡花、泉鏡花記念館にも少しだけ足を運んでみました。茶屋街に向かう裏路地には暗がり坂と明かり坂があります。暗がり坂はかつて老舗の旦那衆が人目を避けて茶屋街へ通った道だと言われています。一方の明かり坂は作家五木ひろゆきが地元住民の依頼を受けて名付けた坂だそうです。東茶屋街、西茶屋街と並び、金沢三茶屋街の一つとされる一町茶屋街。細い路地と出格子が続く街並みは金沢らしい情緒を今に伝え、
国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。江戸時代、この地に加賀藩士戸田一重の屋敷があったことから一重町と呼ばれるようになりました。一重町茶屋街から東茶屋街までは徒歩で約10分、浅野川大橋を渡り少し歩いた先にあります。伝統的な茶屋建築が軒を連ね、落ち着いた一重町茶屋街とはまた違った華やかさを感じる場所です。ここでは金沢旅はパスを使って築199年、金沢で最も大きなお茶屋建築であり、金沢市指定保存建造物の開花楼に無料で入館。館内には朱壁の大広間、金箔で彩られた茶室、加賀友禅の花嫁の蓮など金沢を代表する伝統工芸が随所に見られます。昼間は一般公開されていますが、夜になると今も一見さんを断り、一客一定のお座敷が挙げられているそうです。実際に中を歩いてみると、観光地というより今も生きている茶屋文化を感じられる場所でした。ここは茶屋だけでなくお麩、お酒、金箔製品の工芸品の店なども立ち並び、伝統的なものからモダンな雑貨まで歩いているだけでも楽しく散策できるエリアで、多くの観光客でにぎわっていました。お昼時になったので、東茶屋街から歩いて3分ほど戻った場所にある沢の屋へ。特上海鮮丼と事前予約が必要なのどぐろ炙り丼をいただきました。ネタはどれも新鮮で、素材の良さが素直に伝わってくる味わいです。他にもさまざまな丼物が用意されており、好みに合わせて楽しむことができます。なお、支払いは現金のみでした。昼食の後はバスに乗って10分ほど先の兼六園へ。バスを降りてから入園口までは少し坂道になっており、園内も広く砂利道が多いためやや体力が必要です。1日目は雪がなく、翌日に雪が降ったため2日続けて訪れました。2日目の雪に包まれた街並みも合わせてお楽しみください。なお、兼六園と生尊閣は旅はパスを使い無料で入園見学することができました。金沢を代表するこの庭園は日本三名園の一つに数えられ、広大な敷地の中に池や築山、茶屋などが静かに配置されています。その名の由来は広大、湧水、尽力、相互、水仙、眺望という6つの美しさ。本来は同時に成り立ちにくい要素をこの庭園は見事に調和させていると言われています。実際に歩いてみると場所ごとに景色が変わり、雪のない時と雪に包まれた時とでは全く異なる表情を見せてくれました。静かに散策しながら日本庭園の奥深さをじっくりと味わえる場所です。園内の一角に立つ生尊閣にも足を運びました。生尊閣は江戸時代後期、加賀藩12代藩主前田成康が母のために建てた御殿です。内部は武家屋敷とは思えないほど華やかで、金箔や鮮やかな色彩が随所に施されています。特に女性の居住空間として作られたこともあり、優雅な雰囲気が印象的でした。庭園を眺めながら座敷を巡っていくと、当時の加賀藩の文化的な豊かさや美意識の高さが自然と伝わってきます。兼六園と合わせて訪れることで、庭と建築の両面から金沢の歴史を感じることができました。次に訪れたのは
兼六園から徒歩数分の金沢城。戦国時代、前田利家の入城によって前田家の本拠となり、江戸時代には加賀藩の政治の中心となりました。以後およそ300年、前田家はこの城から加賀、能登、そして越中の一部を治めました。金沢城はかつては天守が存在しましたが、慶長7年1602年に落雷で焼失。その後幕府への配慮もあり、再建されることはありませんでした。代わりに発達したのが実践的な櫓と長屋による防御でした。その象徴が目の前に連なる50間長屋です。2層2階の内部には武器や非常用の食料を保存する倉庫として利用され、有事の際には兵士が即座に展開できる構造になっていました。注目すべきはその外観。白く美しい壁は単なる装飾ではありません。雪国の厳しい気候に耐え、火災や鉄砲にも強い鉛瓦と分厚い土壁。それは戦うための美を体現した建築でした。加賀藩は徳川幕府最大の外様大名だからこそ、過剰な軍事的誇示を避けつつ内実は徹底して備える。この50間長屋は前田家の政治感覚そのものと言えるでしょう。華やかな城下町金沢。その裏側には戦わずして守る加賀百万石の知恵が今も息づいています。次の目的地小山神社は金沢城の西側ネズミ田門を出てすぐ目の前、前田利家公と正室お松の方を祀る神社です。利家公が亡くなったのは慶長4年西暦1599年。しかし小山神社が建てられたのはそれからおよそ270年後の明治時代でした。前田家が外様大名であったため、公然と神社を建てることができなかったのです。廃藩置県を経た明治6年、旧加賀藩士たちの手によって社殿が整えられ、小山神社として祀られるようになります。境内入り口に立つ神門は和、漢、洋3つの様式を取り入れた独特な造り。最上階のステンドグラスが明治という新しい時代の空気を今に伝えています。今回の宿泊先は変なホテル金沢香林坊。小山神社から南へ徒歩5分ほどの場所にあります。チェックインは恐竜が対応してくれます。非対面式ですが手続きはスムーズ。少し変わった名前のホテルですが、館内や客室は落ち着いた雰囲気。観光地へのアクセスもよく、派手さはありませんが必要なものがきちんと整った実用的なホテルだと感じました。ホテルで少し休憩した後は南へ徒歩10分ほどの金沢炉端あっぱれ片町本店へ向かいました。入り口をくぐると活気ある掛け声が響き、旅の緊張がほどけていきます。この土地ならではの金沢おでんはだしにほのかな甘みがあり、優しい味わい。カニ麺、車麩、赤巻き、梅貝、どれも初めて口にするものばかりでした。新鮮な刺身と合わせていただく金沢の日本酒も相性がよく、どの一品も印象に残る美味しさでした。旅の2日目、香林坊のホテルを出発し、まずは武家屋敷跡の村家、次に西茶屋街、兼六園、金沢21世紀美術館、石浦神社に立ち寄った後、金沢駅へ向かいます。駅周辺でランチとお土産を済ませ、一路福岡へ。金沢旅2日目のスタートです。ホテルを出ると朝から雪が降り、街の景色が一変していました。
武家屋敷野村家西へ徒歩6分ほど。開館時間の午前8時半に合わせて出発しました。ここでも旅はパスを利用し無料入場しました。野村家は加賀藩の重臣野村伝兵衛信貞の屋敷跡です。格式のある建物と風情のある庭園が見事に調和しています。雪に包まれた庭園はより一層静けさを感じさせ、武家の暮らしがそのまま時を止めて残っているかのようでした。武家屋敷跡から西茶屋街までは城下の面影をたどりながら歩いておよそ20分。道沿いには土塀を雪から守る木も掛けが施され、金沢特有の静かな風情が辺りを包み込みます。例年12月から3月にかけて見られるこの地ならではの冬の装いです。西茶屋街の始まりは東茶屋街と同じ文政3年西暦1820年、明治初期に誕生した数町茶屋街に比べより古い歴史を誇ります。他の茶屋街から少し離れていることもあり、ここは観光地の賑やかさを忘れるほど静かでした。ここではかつての茶屋の面影を今に伝える金沢市西茶屋資料館に立ち寄りました。そこで出会ったガイドさんの言葉が心に残ります。12月から3月まではどんよりした空が続くから春が本当に待ち遠しいんです。その一言は雪国の冬の厳しさとそれを乗り越えてきた人々の強さを教えてくれます。おすすめのお酒や方言の話に花が咲いたひととき。外は冷たい風が吹いていましたが、ガイドの方との交流が何よりも温かな旅の思い出になりました。雪に馴染みのない身として金沢に来たからにはどうしても見ておきたい景色がありました。バスに揺られること15分。昨日訪れたばかりの兼六園へ再び足を運びます。門をくぐるとそこには昨日とは全く異なる表情が広がっていました。ひらひらと舞う雪が薄絹をまとうように名園の輪郭を静かに白く縁取っていきます。兼六園の象徴雪吊りの縄にもうっすらと雪が積もり始めていました。北陸の重たい雪から枝を守るために生まれた先人の知恵。そこに描かれる幾何学模様は厳しい冬を越えるための備えであると同時に雪国ならではの究極の機能美でもあります。雪のない昨日の兼六園でその歴史に触れ、そして今日雪に包まれた生きた姿を目にする。一泊二日の旅の中で同じ場所が見せる二つの顔に出会えたことは何よりも贅沢な時間だったのかもしれません。兼六園からバスで一駅歩いてもすぐの場所に金沢21世紀美術館があります。街に開かれた公園のような美術館というコンセプトの通り、芝生に囲まれた円形の建物には4カ所の入り口があり、どこからでもふらっと立ち寄ることができます。館内には五感で楽しむ体験型の現代アートが数多く並びます。中でも有名なのがレアンドロ・エルリッヒのスイミングプールです。今回地下部には入場しませんでしたが、上から見ると水の中に人が立っているかのような不思議な感覚を味わうことができるそうです。普段の生活ではなかなか触れることのない現代アートに刺激を受け、とても新鮮な気持ちになれたひとときでした。続いて
美術館の向かいに鎮座する石浦神社へ。古墳時代まで遡る金沢最古の神社と言われています。奈良時代、神仏集合の影響でお寺として呼ばれていた時期もありましたが、明治時代に地名を取って現在の名前になりました。現代アートのすぐそばで悠久の時の流れを感じることができるスポットです。金沢の旅もそろそろ終わり、石浦神社を後に金沢駅へ戻り、旅の締めの昼食。選んだのは駅から徒歩10分ほどの人気店、麺屋大河です。運ばれてきた一杯は味噌の香りが立つ濃厚で奥深い味わい。存在感のある大きなチャーシューも驚くほど柔らかく、旅の最後にふさわしい一杯となりました。ここで冬の金沢を歩いては買った必須アイテムをまとめました。一つ目は足元の装備。1月は雨混じりのベタ雪が多く、靴が濡れやすいです。防水仕様で滑りにくいブーツがおすすめ。2つ目は防寒対策。海風が強いため、ダウンなどの厚手のアウターに体温調節がしやすい重ね着がベストです。3つ目はモバイルバッテリー。寒い中ではスマホのバッテリー消費が激しくなります。シャッターチャンスを逃さないためにも一つあると便利です。九州から来ると福岡の冬とは全く違う景色に驚かされます。道路には融雪スプリンクラーがあり、街中では滑り止めのむしろや土壁を守る木もかけが並ぶなど、雪国ならではの知恵が日常の風景に息づいていました。今回紐付きの登山靴で行ったのですが、日本家屋を見学する機会が多く、脱ぎ履きが大変でした。また金沢は風が強く、手持ちの折りたたみ傘では心もとない場面もありますが、街には手続き不要で自由に使える観光客向けの貸し出し傘がありました。こうしたサービスをうまく使うのも良さそうです。冬の金沢1泊2日いかがでしたか？雪の季節だからこそ見られる静かで美しい金沢の表情に出会えました。そして印象に残ったのは行く先々で感じた人の優しさ。どこに立ち寄っても金沢をもっと知ってほしいという気持ちが伝わってくるようでした。寒さの中でそうした温かさに触れられたことも、この旅を特別なものにしてくれた気がします。この動画があなたの旅の参考になれば嬉しいです。それではまた次の動画で。